2025年暗号資産市場は大きな転換点を迎えています。結論から言います。今、暗号資産は投機ではなくインフラに変わろうとしています。ステーブルコインの決済総額は9兆ドルを突破。FRB、つまりアメリカの中央銀行がステーブルコイン事業者に金融システムへの直接アクセスを検討。そして伝統的な資産運用の巨人、T. Rowe Price が暗号資産 ETF を申請しました。これまで暗号資産は銀行の外にありました。でも今はその外側が内側に組み込まれ始めています。今日はこの静かな革命を一緒に掘り下げていきたいと思います。こんにちは、桜井です。皆さんも最近こう感じていませんか？ビットコイン全然動かないな。もう終わったんじゃないか？確かに価格はここ数ヶ月膠着状態にあります。でもその裏側で起きているのは全く逆のことです。実は今、世界中の金融機関や政府が暗号資産を自分たちの仕組みに取り込み始めています。価格は静かでも構造は激変している。この変化を理解しているかどうかで次のチャンスをつかめるかどうかっていうのが決まってきます。まずは背景から整理しましょう。ザ・ブロックビーツの分析によると、ビットコインは短期保有者のコストラインを下回って取引されています。長期保有者が利益確定を進め、需給が弱まっている。つまり相場は今、エネルギーを貯める時期にあるということになります。一方で AMB クリプトはゴールディロックス相場という言葉を使っています。FRB の政策転換が近づき、金利が下がる期待が出ている。熱すぎず、冷めすぎず、この程よい温度が次の上昇相場の土台になる可能性があります。そして伝統金融の動きにも注目です。T. Rowe Price、運用資産 1.77 兆ドルを誇るアメリカの巨大資産運用会社です。彼らが SEC にアクティブ型暗号資産 ETF の申請を出しました。これまでの ETF はビットコインやイーサリアムのパッシブ運用が中心でした。しかし今回の ETF は複数のコインを選択的に組み入れるアクティブ運用型、つまりプロのファンドマネージャーが暗号資産を本格的に運用対象と見始めたということになります。さらに衝撃的なのがステーブルコインの成長スピードです。クリプトニュースのレポートによると2025年のステーブルコイン決済総額はなんと9兆ドル。これはビザやペイパルに匹敵する規模です。しかもその成長率は前年から 87% の増です。もうこれは一時的なブームではありません。暗号資産が現実の経済活動を支える送金インフラに進化している証拠です。そして FRB、アメリカの中央銀行が動きました。ステーブルコイン発行者が直接フェドの決済システムに接続できるスキニーマスター口座という新しい仕組みを検討しています。これ簡単に言うと暗号資産が銀行口座を持つようなものです。つまり中央銀行が暗号資産を金融の一部として正式に受け入れるかもしれない。このニュースを地味だと思った人は危険です。実はこれ暗号資産の歴史を変える一歩になってきます。そして A16Z、いわゆるアンドリーセン・ホロウィッツ、シリコンバレーのトップ投資ファンドが最新の State of Crypto 2025レポートでこう書いています。2025年は世界がオンチェーン化した年であると。つまりブロックチェーンが金融、ビジネス、行政、AI、すべての基盤に入り込み始めたということになります。では、なぜ今、この動きが重要なのか。ここからが僕の分析です。これまで暗号資産は外側の存在でした。銀行や国家から見れば、いわば反体制だったわけです。しかし今、その銀行や政府自身が暗号資産を使い始めています。つまり、敵だった相手が仲間になり始めている。これは歴史的な転換点です。ステーブルコインはもはや取引所の中の道具ではありません。企業間の送金、国際貿易、個人の給与の支払いにまで使われ始めています。そしてその裏でブロックチェーン上では毎日何兆ドルという価値が動いています。この動きはまるで2000年代初頭のインターネットの普及時に似ています。最初は一部の人しか使わなかった。でもいつの間にか生活の中心に暗号資産も同じ道を歩んでいます。
そして、ここで意外な事実を紹介します。ステーブルコインの裏付け資産、つまり担保に使われているアメリカの国債の総額、実はステーブルコイン発行体を合わせると、アメリカで17番目に大きな国債保有者になるんです。つまり、ステーブルコインはすでに巨大な金融プレイヤーになっている、国家の債務構造にまで影響を与える存在なんです。これが今、ほとんど報道されていません。しかし、この事実こそがオンチェーン経済の本質です。では、この流れの中で僕たち個人投資家はどう動くべきなのか。まず、短期の値動きに一喜一憂するよりも構造変化に注目すべきです。今後2から3年のテーマは、トークン化された実物資産と AI による運用の最適化。トークン化の資産、いわゆるリアルワールドアセットは、再エネ事業、不動産、債券、ローンなど、実物資産をブロックチェーン上で取引可能にする仕組みです。これが伝統金融と暗号資産をつなぐ鍵になります。そして、その流れを受けて出てくるのが AI トレード。24時間世界中の市場を監視し、資金の流れを瞬時に読み取る。感情ではなくデータで動く。これが次の資産運用の主流になります。ここでビットレード X の話を少しだけ。ビットレード X では AI が24時間マーケットを分析して自動取引を行います。つまり人間が寝ている間にもチャンスを逃さない仕組みです。僕自身も実際にこの AI トレードでのステーキングをしていますけれども、安定して資産が積み上がっていく感覚があります。もちろんリスクはゼロではありません。でも相場が動かない時期ほど AI が冷静にチャンスを拾ってくれる。これは今のような静かな相場で生きる戦略です。僕の紹介リンクから登録してくれた方には日本語でのサポートルートがあり、初心者でも安心です。すでにビットレード X を使っている人も新しいアカウントを作って僕の紹介リンクで始めることでグループに参加もすることができます。なので僕のグループに入りたいなと思われる方はもう一つアカウントを作って僕のグループの方に入ってきてください。はい。ではね、最後にまとめていきましょう。2025年、暗号資産は価格を追う時代から社会を支える時代へと進化しました。ステーブルコイン、ETF、FRB の方針転換、そしてオンチェーン化、すべての点が線でつながり、世界の金融構造が静かに塗り替えられています。価格が動かない今こそ、本当の意味でのチャンスの時期です。波が来てから動くのでは遅い。波が生まれる構造を理解した人だけが次の上昇をつかめます。そしてこの流れの先には AI による資産運用の新時代が待っています。ブロックチェーンと AI が融合する。それが次の10年を変えるテーマとなってくるんじゃないかなと僕は思いますけれども、皆さんはどう思うでしょうか？はい。ということで本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では、お知らせがあります。先日紹介したスノーターボットのプレセールですが、20日までの予定だったんですけれども、1週間延長されて27日まで行われるようです。内容に関してはこちらの動画で解説していますので、気になる方はこちらの動画の URL、概要欄に記載しておきますので、そちらからご覧になってもらって、スノーターボットやるかどうかっていうのを決めてみてください。では、最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産の投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。